藤原でございます。今回は仮想通貨ソラナ、ソルで爆益を取ろうという話をしていきたいなと思います。このチャンネルは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。はい、仮想通貨ソラナが結構メジャーコインになってもう長いんですけど、この特別動画撮ってなかったんでね、このタイミングで撮ります。今回の、動画の流れはまず仮想通貨ソラナってまず何なのかっていう話と、その次にソラナにまつわる最近の出来事で、3番目にソラナが取引できる仮想通貨取引所を紹介して、最後に中長期的なチャート分析をしていきたいなと思います。まずソラナなんですけども、ものすごく簡単に言うとイーサリアムキラーって言われてね、イーサリアムを凌駕するようなイーサリアムみたいなコインなんですよ、簡単に言うと。で、2020年の3月に生まれたコインなんですけど、すでに出来上がって1年半で時価総額ランキング5位に食い込むなど超注目の仮想通貨でした。で、高い性能によっていろんなアプリケーションを支えることを目的としたプラットフォームで、他のブロックチェーンよりも圧倒的に速くて低コストっていうところね。もう簡単に言うと本当にイーサリアムの進化版みたいなね、そんな感じのコインになってます。で、イーサリアムとの違いは、処理速度がめちゃくちゃ速いっていうことが一つあると思うんですけど、例えば、1秒間のトランザクション量は、イーサリアムはだいたい15なんですけど、ソラナはなんと5万なんですよ。もう桁違いですね。3つ桁が違う。そういう感じ。で、手数料も、イーサリアムが1回で、例えば2000円とかかかるんですけど、ソラナの場合、0.00005 ドルとかね、0.005 円とかしかかからない。めちゃくちゃ早いんですよ。ということで、イーサリアムを凌駕する、コインということね。で、一つ、イーサリアムとの違いは、イーサリアムはレイヤー1で、ブロックチェーンになってるし、レイヤー2で、取引を実行するっていうのがあるんです。レイヤー1とレイヤー2っていうのがあるんですけど、レイヤー1っていうのはブロックチェーンで、レイヤー2はブロックチェーン以外の取引を指します。で、イーサリアムは、レイヤー1のコインなんで、レイヤー1で、取引を始めて、レイヤー2で取引を実行するっていうみたいなね、レイヤー2のコインとかが必要になってくるんですけど、ソラナの場合は、レイヤー1で全ての取引を完結できるっていう仕組みになってます。ちょっと分かりにくいと思うんですけど、とりあえず、イーサリアムと違って、ソラナだけで全ての取引が完了できるというところが違いですね。あとは、他のブロックチェーンと相互運用ができる見込みがあるということで、ソラナは他のブロックチェーンと連携して相互運用を図ろうとしているということがあります。例えばイーサリアムとつながったり、他のコインとつながったりとかっていうのができますね。あとは、パートナーがすごい豪華で、100以上のプロジェクトとすでにソラナは提携しているということでね。例えば分散型取引所のセラムとか、ブロックチェーンプラットフォームのチェーンリンク、ステーブルコインの USDC、USD ドルテザーとかテラとか、住宅ローン業者のローンスナップとかね、もうすごいいろんな会社とすでに提携しているってことですね。で、チャートはね、わずか4ヶ月で、32倍にもなりました。今価格はね、200ドルぐらいは推移してますので、2万円ちょっとぐらいは推移してます。こんだけね、ソラナが高騰した要因としては、セラムっていう DEX の中でね、エアドロップで無料配布されたっていうのがあるのと、あと US ドルテザーが、ソラナ上でローンチされたりとか、あとはソラナの NFT プロジェクトが立ち上がったりとか、いろんなね、原因がありました。で、最近のニュースでいくと、スシスワップがソラナのブロックチェーン上の DEX と統合したんですね。スシスワップはイーサリアム基盤の DEX なんですけども、スシスワップはスケーラビリティ問題っていうね、手数料が高くなるっていう問題、いわゆるガス代が高くなる問題があって困ったのが、ソラナ基盤の DEX のレイディウムっていうのがあるんですけども、これと統合するってことを発表しましたということでね。それによってスシスワップとそのレイディウムが統合して、より手数料の安い分散型取引所ができるということになりました。で、最近のニュースでいくと、ウェブブラウザの、ブレイブっていうのがあります。ブレイブブラウザっていうね。これがね、結構ツイッターとかでは注目されてるんですけど、このブラウザでインターネットを見てたら、
その広告をね、閲覧することによって、ベーシックアテンショントークンってね、バットの、コインがもらえるっていうのがありました。で、例えば配信者に対して、投げ銭をそのバットで行うことができるって面白いね、そういうブラウザだったんですけども、これが、ソラナと統合することになりました。これはね、結構最近のニュースで、2021年11月のニュースです。で、もう一つのニュース。仮想通貨関連の投資信託として、ソラナの現物で運用する投資信託っていうのが、アメリカの暗号資産投資企業のグレースケールによって誕生しましたということで。まあ今までね、16個、仮想通貨関連の投資信託があるわけなんですけども、ソラナの投資信託が生まれるのはこれが初めてということで、まあ結構注目度が高かったということになります。そんな感じで、まあソラナっていうのはね、めちゃくちゃその2020年に生まれたけど、急激に、発展したと。イーサリアムよりいいよねっていう感じで発展してきて、時価総額も一気に5位まで上がったっていう、そういうコインですね。で、取引できる仮想通貨取引所は、まず一つはバイナンス。もう一つがバイビットです。で、両方とも、レバレッジ取引も現物取引もできるので、好きな方を使えばいいと思うんですけど、僕は手数料がするバイビットの方がいいかなというふうに思ってます。はい、じゃあ最後にね、チャート分析簡単にしていこうかなと思うんですけど、僕はね、ガチガチのソラナで持ってたタイプなんですけど、今ね、ちょっと調整の局面にありますね。この辺が、価格としてはまだまだ安くて、30ドルとかだったんですね、この辺の横してるところが。で、今が216ドルとかつけてます。最高値が270とかそれぐらいになりますね。今ちょっと調整中って感じなんですけど、こうやって引いてみたら、移動平均線にサポート。で、こっちは100日移動平均サポートって感じで、調整はしっかりしながらも上がっていってるって感じのチャートなんで、僕はまだまだ上がると思います。で、RSI が最近ね、今200ドルぐらいなんですけど、RSI が全然低いんですよ、実はまだね。52ぐらいしかない。ってことは、また RSI がこの辺みたいに、80とか行くって時に考えたら、ソラナが500ドルとかね、600ドルとか行ってもおかしくないので、まだまだ2倍、3倍とか、下手したら仮想通貨バブルの天井で10倍とか狙える可能性があるかなと思いますので、ファンダメンタルズで仮想通貨選ぼうとしたら、僕はこのソラナね、見逃せないと思う。もちろん、ビットコイン、イーサリアムとか、アバランチとか、ソラナ、またソラナね。あとはゲーム系のコインとかもいいんですけど、もう本当にそれぐらいね、ファンダメンタルズがいいコインをあげたら何かって言われたら、結構トップレベルに高いのがこのソラナという感じになりますので、ぜひ持ってない人は、ガチ欲してみてください。はい、今日の動画役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤村でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨を購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になってます。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットをメインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。